報された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第11話、記念を持つ強者たちとの対決。遺跡での冒険から数日後、ユーマとリーナはようやく町へと戻ってきた。監禁所で持ち帰った魔法石や武具を売却し、すっちりとした金貨の袋報酬を手に入れた。だが、ふと周囲を見回すと、その場の空気が妙にざわついていることに気づく。人々の視線がまるで突き刺さるかのように二人へ集まっていた。ひそひそとささやき合う声が聞こえ、ちらちらとこちらを伺う目が気になった。おいあれが噂のやつか。信じられねえ。あんなひょろそうなやつがロックバルドを倒したって。街中に広がるユーマの噂。ふにゃーなんかすごい注目されてるね。猫耳をピクピクさせながら、イーナが小声で言う。まあ、目立つことはしたしな。ユーマは、ため息をつきつつ、報酬をカバンに詰め込んだ。だが、次の瞬間、おい、お前、怒鳴り声が響き、空気が一気に張り詰めた。振り返ると、かっちりした体格の男が数人の仲間を引き連れ、こちらに歩み寄ってくる。てめえが、ロックバルドを倒したって噂のやつか。男の顔には疑いとあざけりが混じっている。そうだけど、ユーマが淡々と返すと、男たちは顔を見合わせ、一斉に笑い出した。ああ、冗談を大概にしろよ、坊主太りで。あの化け物を、ありえねえ、どっかの誰かがひ弱なガキを持ち上げて、ありもしねえ噂を流したってわけか。にゃにゃ、ユーマ、弱々冒険者扱いされてるよ。どうするの？イーナが茶化すように声を上げた。ユーマは頬をわずかにあからめ、イーナの頭を軽くこすいてみせた。しかし、男たちは真剣な表情に戻ると、なめてんじゃねえ。俺たちはこの町じゃ、知った穴の知れた冒険者だ。はったりは通用しねえ。でけえ串叩くなら、ただじゃ済まさねえぞ。実力で証明してみろよ。面倒くさいな。ユーマは頭をかきながらも、ここで吹けばますます舐められるのは明らかだった。わかった。相手してやるよ。天星の槍を構えたユーマの姿に、周囲がざわつく。槍か珍しいな。だが、そんなもので俺たちに勝てると思うなよ。男の太りが不敵に笑いながら前に出る。まとめてかかってこい。そっちの方が手っ取り早い。その言葉に、ならず者たちは一瞬たじろいだが、すぐに調子に乗るな。と一斉に襲いかかった。刹那、ユーマの槍がひらめいた。鋭い衝撃音とともに、先頭の男の武器が弾く飛ばされる。ユーマは流れるように一歩踏み込み、槍の柄で相手の腹をついた。魚体がよろめき、地面に崩れ落ちる。残りの二人が慌てて距離を取った。なんて速さだ。ユーマは無言で槍を振り抜く。柄の一撃で次の男の腕を払い、男は顔を歪めて膝をついた。嘘だろう。ならず者たちはじりじりとこう対処始める。これで納得したか。静かにそう言い放つと、場の空気が一変した。ヤジを飛ばしていた者たちも、息を飲んで固まる。町の人たちが呆然と見守る中、男たちは歯ぎしりしながら視線を交わし、やがて何も言わずに立ち去っていった。しばらく沈黙が続き、イーナがぽつりとつぶやく。ふにゃーユーマ。やっぱり強いね。イーナが尻尾をパタパタ揺らし、キラキラした目で感心したように言った。ユーマは槍を肩に担ぎ、照れくさそうに口元を緩めた。まあ、あれくらいならな。だが、胸の鼓動はまだ早かった。ロックバルドを倒したことで、身体が軽くなった気がする。戦いの最中、ユーマは自分の動きが以前よりも鋭く、力強いことに気づいていた。槍を振るう感覚も洗練され、まるで身体が勝手に流れを覚えているようだった。この世界は、戦闘を重ねることで、勝手に身体
愛が強くなっていく、そんな感覚。嫌いじゃないな。ユーマは軽く息を吐き、改めて槍を見る。武器は確かに強力だ。でもそれだけじゃない。振り回す自分だって以前よりキレが増してきてる。少しずつ力がついてるのかもしれない。俺はどこまで強くなれるんだろう。だがその成長を試す機会はすぐにやってきた。ならず者たちが逃げ去った後、周囲は静まり返っていた。すごいあの槍使い、本当にあいつらを一瞬でロックバルドを倒したって噂、本当だったのか。町の人々がざわめく始める。ユーマは特に気にする様子もなく、槍を肩に担いだままその場を後にしようとした。しかしそこへ羽鳥の男が立ちふさがる。待てよ、お前本当にあの遺跡を攻略したってのか。低く響く声とともに姿を現したその男は、鍛え抜かれた肉体を覆う黒革の鎧をまつわっていた。肩には銀の装飾が施され、戦場の傷跡を隠すことなく誇りのように刻まれている。腰に白鳥剣は絵にまで精緻な文様が刻まれ、ただそこにあるだけで空気を震わせるような威圧感を放っていた。周囲の人々が一斉に息を飲む。シグルドだ。この辺りで最強と名高い剣士シグルド。この町でその名を知らぬ者はいない。剣一本で数多くの魔物やならず者を打ち倒し、その名を轟かせてきた男。彼に挑んで生き延びた者は少ないと言われている。ユーマはじっとシグルドを見つめた。だからシグルドは鋭い視線を向けると、ユーマの槍を一別し、にやりと笑った。お前のその槍、確かに強壮だ。だがそれだけでゴーレムが倒せるわけじゃない。噂が本当ならお前自身も相当な実力のはずだ。彼はゆっくりと剣の柄に手をかけた。試させてもらうぜ。周囲の空気が一気に張り詰める。言いながユーマの横で尻尾をピンと立てながら顔をしかめる。また厄介なのが出てきちゃったにゃ。ユーマは一瞬だけため息をつくと、槍を軽く回しながら構えた。やるしかなさそうだな。そして二人の間に静かな風が吹く。次の瞬間、シグルドの姿が一瞬核消えた。早い。ユーマはとっさに槍を構えた。横から迫る鋭い先。キーン。反射的に槍を振ると、シグルドの剣が激しくぶつかった。衝撃が腕に響く。シグルドは目を細め、興味深そうに口角を上げる。おお、俺の一撃を防ぐとはな。ユーマは一歩後ろに下がりながら槍を構え直した。そっちこそなかなかの速さだ。周囲の観客が固唾を飲んで見守る中、シグルドはユーマの槍を見つめるとふっと息をついた。強力な槍か。だがその言葉と同時にシグルドの気配が変わる。まるで歯そのもののような鋭い琥珀が溢れ出し、ユーマの肌がひりつくような感覚に襲われる。イーナがユーマのすぐ横で尻尾をふわりと膨らませた。にゃ、なんかやばそう。シグルドが低く構えた瞬間、一気に距離を詰める。今度は防ぎきれない。ユーマはとっさに後ろへ飛び、槍を前に突き出した。しかしシグルドはユーマの槍をかわし、反対側から切りかかる。ユーマは瞬時に槍を吹き戻し、横へ投ぐ。キーン。再び激しく火花が散る。ユーマはシグルドの攻撃速度に驚きながらも冷静に考えた。槍の能力を生かすんだ。シグルドの剣さばきは速く、ユーマの突きをことごとくさばいてくる。しかしこの槍の真の力は防御虫の貫通。当てさえすればシグルドが再び突っ込んでくる。ユーマは一瞬攻撃を仕掛けるような素振りを見せた。シグルドがそれに反応した刹那、ユーマは槍を後ろに吹き、瞬時に踏み込む。ズバッ。ユーマの槍がシグルドの肩をかすめる。シグルドは寸出のところで身を吹き、
致命傷は避けたが服が裂け薄口がにじんだ。なるほどな。シグルドは傷口を軽く指でなぞりながら微笑する。その槍やお前の実力は本物のようだな。ユーマは息を整えながら槍を構えたままシグルドを見据えた。続けるか。シグルドはしばらくユーマを見つめた後ふっと剣を収めた。いやいい、十分だ。ユーマはわずかに肩の力を抜き槍を下ろす。シグルドは腕を組みながらにやりと笑った。噂最上の男だったな。お前の名前しっかり覚えておくぜ。そしてその場から静かに立ち去っていった。戦いを見届けていた周囲の冒険者や住民たちはユーマを驚愕の目で見つめていた。本当に勝った。あのシグルドに一撃入れた。やがて誰かが小さくつぶやいた。すげえ。その言葉を皮切りに周囲がざわめく始める。こうしてユーマの名はさらに広まることになった。いやー、さすがユーマ。言いながしっこをフリフリさせながらにんまりと笑った。まさかシグルドに勝っちゃうなんて。私も驚いたよ。ユーマは苦笑して手にした槍を見下ろした。いや、ほとんど槍のおかげだったよ。俺がすごいわけじゃない。またまた。そんなこと言ってイーナは頬を膨らませて抗議するような表情を見せたが、ユーマは真剣な目で槍を握り直した。小さいあの戦い子の槍がなかったら負けていたかもしれない。天星の槍は確かに強力だ。どんな防御も貫く貫通の力。相手がどれほどの守りを固めていても意味をなさない。けれどそれはあくまで槍の力であって自分の実力ではない。ユーマは少し前まで平凡な冒険者に過ぎなかったことを思い出す。武器を進化させる能力を持っていたとはいえ追放され蔑まれてきた。そんな自分が槍を手に入れた途端に周囲から評価される。なんか違う気がするんだよな。小さく漏れたつぶやきにイーナが不思議そうに首をかしげる。何が俺自身の力じゃなくて槍がすごいだけなんじゃないかってさ。イーナはじっとユーマを見つめそれからクスッと笑った。ミャワはそれってすっごくユーマらしいよ。ユーマって自分のことを含みすぎにゃ。確かに槍の力はすごいにゃ。けどそれを使いこなしてるのはユーマ自身だにゃ。ユーマは言葉に詰まる。それに槍が強くても使い手が弱かったらシグルドの最初の一撃で終わってたはずにゃ。そうじゃなかったってことはユーマがすごいってことになるにゃ。そうかな。そうだよ。イーナは尻尾をピンと立て自信満々に言い切った。ユーマは少し考え込んだが完全に納得はできなくとも心がわずかに軽くなった気がした。そんなやりとりをしている間にも街ではユーマの噂がどんどん広まっていった。おい、あれがシグルドを退けた冒険者か。すげえ本当かよ。信じられねえ。ロックバルドも倒したって話だぜ。相当な実力者なんじゃ。道を歩くだけでそんな声が耳に入ってくる。イーナは誇らしげに胸を張った。ユーマすっかり有名人だね。ユーマは頭をかきながらため息をついた。あんまりこういうのは得意じゃないんだよな。もっと胸張っていいのに。けれどユーマは賞賛よりも別のことを考えていた。本当に強い冒険者というのはきっとどんな武器を使おうと一流の戦いができる人間のことだ。自分はまだそういった域には達していない。もっと答えないとな。その言葉にイーナが呆れたように笑う。また修行を。ほんと真面目だね。ユーマはその笑いに少しだけ救われたように思えた。街の喧騒が少し落ち着いた頃、二人は広場の片隅で腰を下ろしていた。空は夕暮れ色に染まり、通りを吹き抜ける風が心地いい。さて、それじゃ次はどこに向かうの？イーナが
口をブラブラさせながら尋ねると、ユーマは少し間を置いて答えた。もう少し、この槍の力を試してみたい。それに、俺自身をもっと答えないと。ふむふむ。それで、イーナの耳がぷくりと動く。だから、次はモンスター討伐やクエストに挑戦して、ダンジョンにもくぐろうと思う。もっと強い敵と戦って、自分がどこまで通用するのか確かめたいんだ。イーナの瞳がパッと輝いた。いいね。私も付き合うよ。お前も当たり前でしょ。ユーマと一緒の方が楽しいし、それに安全に稼げるしね。どっちが安全なんだか。ユーマは呆れながらもどこかほっとした。この軽口を交わせる時間はきっと何よりの癒しなのだろう。よし。じゃあ決まり。イーナが勢いよく立ち上がると、夕日がその髪を照らし、金色の光が揺れた。ユーマは立ち上がり、背に槍を背負い直す。その表情には、もう先ほどまでの迷いはなかった。続く、次回。体重には、初めてのギルド。